こんにちは、ふるちゃんです。今回は1月31日から開催される千年結成編プライズガチャ驚異の3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、S ノトです。S ノトは即属性となっており、キラーはアランカルキラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 12% 短縮及び体力最大時限定、全ダメージ 20% アップになります。強攻撃2以外の攻撃に弱体プラスを持っていて、強攻撃2及び必殺技に衰弱技もついている赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。さらに EX アクション、自身中心遠範囲攻撃&超衰弱付与がついております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、強攻撃範囲アップ 20%、体力最大値限定、強攻撃クールタイム短縮 6% を持っています。その他のパッシブスキルとアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃2以外の攻撃に弱体プラスを持つので、付与できれば敵から受けるダメージを1にし、敵により多くのダメージを与えることができます。さらに状態異常プラスの効果により、他の状態異常にかかっている敵にも弱体プラスをかけることができるため、状態異常の効果を最大限に発揮することが可能です。その他には強攻撃2と必殺技で衰弱を付与することができるので、高い体力を持つ敵を弱らせて戦うことに長けています。加えて EX アクション、自身中心遠範囲攻撃&超衰弱付与では攻撃を行いつつ、通常よりも強力な衰弱を付与することができます。そして EX アクションとしてはクールタイムが45秒と短めなため、強攻撃の合間に発動することで効果的に敵を倒すことができます。それだけでなく、2つのソウル特性、強攻撃フルタイム短縮 12%、体力最大時限定、全ダメージ 20% アップを持つので、他のキャラクターのキャラリンクとしても非常に有効です。またパッシブスキル、体力最大時限定、強攻撃フルタイム短縮 6% も持つので、体力最大を維持できれば強攻撃の回転率が高まるのも特徴です。さらにアビリティ、バトル以外限定、敵スーパーアーマー無効によって敵のスーパーアーマーを無効にすることも可能です。最後にアランカルキラープラスとアビリティ、グループバトル時強攻撃ヒット数アッププラス3、グループバトル時赤攻撃ダメージ 30% アップ、グループバトル時キラー効果が 50% アップという能力を持っています。これによってアランカルキラー、赤攻撃がダメージアップするルールのグループバトルで大いに活躍することができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は目の前に敵を集めて攻撃します。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。こちらは衰弱技となります。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技タタルフォラスです。僕を見ているだろう。どちらを向いても僕の目だ。以上 S ノトでした。続いては77ナジャークープです。77ナジャークープは地属性となっており、キラーはシュテルンリッターキラー、ソウル特性は通常攻撃ダメージ 35% アップになります。すべての攻撃に麻痺プラスを持っている青攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、通常攻撃範囲アップ 20%、フィニシーからのダメージ回避 50% を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に麻痺プラスの付与を持つので、
敵を拘束しつつ戦うことができます。また状態異常プラスの効果により他の状態異常にかかっている敵にも麻痺プラスをかけることができるため、状態異常の効果を最大限に発揮することが可能です。その他にはアビリティ、軍師への状態異常確率アップを持つので、状態異常に書きやすいのも特徴です。さらにチームパーティー持続性が非状態異常時全ダメージ 30% アップにより、自身と条件を満たした仲間が状態異常にかかった敵を攻撃する際にダメージを向上することができます。それだけでなくソウル特性通常攻撃ダメージ 35% アップを持ち、アビリティ通常攻撃ダメージ 50% アップと合わせて通常攻撃ダメージ 85% アップとなるため、通常攻撃火力に優れているのも特徴です。最後にアビリティグループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2など、グループバトルで強化される能力を多く持っています。これによってシュテルンリッターキラー青攻撃がダメージアップするルールのグループバトルの非操作キャラで進化を発揮する貴重なキャラクターとなっています。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は敵を押し込む前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は目の前に敵を集めて攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技ジ・アンダーベリーです。モーフィンパターン穴だらけだぜ。以上77ナジャークープでした。続いてはドリスコール・ベルチです。ドリスコール・ベルチは技属性となっており、キラーは人間キラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。すべての攻撃に烈傷プラスを持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。また敵を撃破することに特定の効果が発動する撃破数ボーナス効果を持っております。撃破数ボーナス効果で発動する効果は20体撃破で赤攻撃ダメージアップ 20%、40体撃破で強攻撃ダメージアップ 30%、60体撃破で必殺技ダメージアップ 60%、100体撃破で必殺技ダメージアップ 100% となっております。その他のパッシブスキルとアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に烈傷プラスの付与を持つので、敵の強攻撃を封印しつつ継続的にダメージを与えることができます。また撃破数ボーナス効果で赤攻撃ダメージ 20% アップや強攻撃ダメージ 30% アップなど、自身を強化する能力を獲得することができます。そして60体撃破で必殺技ダメージ 60% アップ、100体撃破で必殺技ダメージ 100% アップを得られるので、アビリティ必殺技ダメージ 60% アップと合わせて 220% ダメージが向上した強力な必殺技を放つことも可能です。さらに全てのダメージが最大で 100% アップする強力なアビリティ、敵撃破ごとに全ダメージ 2% アップも持つので、撃破数ボーナス効果と合わせて敵を倒せば倒すほど強くなっていくのが特徴です。またアビリティバトル以外限定、敵スーパーアーマー無効によって敵のスーパーアーマーを無効にすることができます。それだけでなく強攻撃には上位強攻撃で通常よりも少し強攻撃クールタイムが長い代わりに強力なダメージを与えることができます。その他には強攻撃3にため攻撃を持つので、最大まで貯めて放つことで凄まじい破壊力を発揮することも可能です。
最後に人間キラープラスやアビリティ、人間への状態異常確率アップを持っていて、人間所属の敵に状態異常をかけやすいので、人間所属の敵が多く出現する限界討伐クエストやグループバトルなどで進化を発揮するキャラクターとなっています。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は横幅のある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は前進しながらの攻撃となっております。こちらは上位強攻撃となっております。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身を中心とした礼拝攻撃です。こちらはため攻撃となっております。最後に必殺技挽回高校権量利休です。これがてめえの最後だ、あばよ。以上ドリスコール・ベルチでした。千年決戦編プライズガチャ驚異のキャラクター紹介でした。新キャラクターは1月31日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。